前々から気になっていた33スイスポのブレーキフィールを改善するため、モンスタースポーツのタイプ S1 のブレーキパッドに交換してみます。以下サイトから引用。高性能ブレーキ搭載車にふさわしいさらなる制動性能をもたらすとともに、低温低速域から高速域までコントローラブルなブレーキフィールへチューニング、また低温初期制動時の摩擦特性とバイト感もチューニングすることで、ブレーキングのぎこちなさ、カックンブレーキを抑えるよう仕上げました。商品説明にカックンブレーキを抑えると記載されていたので、それが決め手となりました。ジャッキアップし、馬をかけタイヤを外します。取扱説明書でジャッキポイントを確認してみます。フロント2輪上げる場合はこちら、馬を使用せずに片側ずつの場合はリジットラック指定位置でジャッキを使用します。その場合は馬が使えないので、外したタイヤを車体の下に置くなどして落下対策をしましょう。ジャッキポイントはこちら、右横から見てます。左からの視点です。フロントからはアンダーカバーで見にくいです。フロントからフロアジャッキを入れる場合はこのようなスロープがないときついかと思います。ローダウン用のフロアジャッキを使用し、純正車高の状態ですがジャッキが入らないので、スイスポのフロントに関してはスロープが必要になるかと思います。ちなみにリアはこちらのフックがジャッキポイントです。カバーがついていたので外しています。まずはキャリパー裏側のボルトを外します。メガネレンチの 14mm を使用します。工具を空いてる手で叩くようにすると簡単に緩みます。ちなみに手袋はした方がいいです。めちゃくちゃ汚れます。下側だけボルトを外します。上は外さなくてもキャリパーは持ち上がります。跳ね上げる感じで上に持ってくと固定できます。手前のパッドを外します。引っ張れば簡単に取れると思います。奥のパッドも外します。取り外したパッド、シムと呼ばれる金具がついています。泣き防止のための部品で、なくても制動に影響はないです。摩耗したパッドの位置までピストンが出てきているため、このままだと新しいパッドにピストンが干渉してキャリパーを戻せないので、ピストンの位置を奥に押して戻してあげます。ピストンを押し戻さないと新しいパッドと干渉してキャリパーを元の位置に戻せません。純正パッドがほとんど減っていない状態なら押し戻さなくてもそのままはまるかもです。以前別の車ですがディクセルのパッドとローターに交換した時に専用工具を購入したのですが、断捨離で処分したことを忘れていて、変える直前でそれに気づいたため、ピストン戻しやグリスが手元にありませんでした。今回は代用できる工具を使って戻していきます。フロントはリアと違って回しながらではなく単純にパワーで押し戻せるので、何かしら代用できるものは多いかなと思います。押し戻す前にボンネットを開けて、エンジンルーム内運転席側のブレーキフルードの蓋を開けて周囲をタオル等で養生しておきます。1箇所ずつ交換していくなら溢れることはないかと思いますが、念のため使うのはこちら、外したパッドと適当なメガネレンチ ×2。戻れば何でもいいと思いますが、ピストンにパッドを当ててメガネを間に挟んで押し戻します。戻せたので新しいパッドをつけていきます。グリスをつける方はキャリパーやピストンに当たる部分にグリスを薄く塗ってから取り付けてください。奥側が見えないのでつけにくいですが、カチャカチャやってたらつきます。キャリパーを戻してボルトを締めていきます。ある程度締まったらトルクレンチを使用して26ニュートンメートルで締めます。タイヤの締め付け用に買ったトルクレンチですが、今回はでかすぎて足回りやボディに干渉しまくりでめっちゃ締めにくかったです。パッド自体はこれで交換完了ですが、このまま走り出すとピストンがパッドに当たっていない状態です。その状態でブレーキを踏んでもスカって空振るような感じになります。非常に危険なので、必ず停止状態でブレーキを何回か踏んで、押し戻したピストンをパッドに当たるまで戻してください。壁面が減っているのがわかるかと思います。踏む前、踏んだ後、フルードの蓋を閉めるのを忘れないようにします。これで完了です。
交換してみてどう変化したのか紹介します。まず一番気になっていた初期制動は確かに純正より緩やかになっています。特に低速時に踏み始めで急にガツンと効いていたのがだいぶマイルドになったように思います。初期は穏やかになりますが、純正パッドより踏み込んだ時の制動力は増しているそうです。そして見た目もかっこいいのが嬉しいポイント。赤いパッドが差し色で結構目立ちます。赤いキャリパーほどの主張はありませんが、ワンポイントメーシーな印象を与えてくれます。純正パッドは1万円程度、タイプ S1 は1万5950円と 1.5 倍くらいの値段はしますが、変えてよかったです。普段乗りの快適性が上がったのでもっと早くに変えておけばよかったと思います。私は扱いやすさ優先でタイプ S1 を選択しましたが、タイプ S2 というものもあり、こちらはハイグリップタイヤやワイドタイヤ装着車、ターボチューンされたハイパワー車向けのブレーキパッドです。今回はフロントだけの交換でしたが、リアを交換するときは同じくタイプ S1 に付け替えたいと思います。ただしリアの場合はピストンを戻すときに力押しだけでなく回しながら戻す必要があるので、また違う専用工具が必要になってきます。一応よくある工具で代用できるようですが、構造的にブーツがよれたり傷つけたりしそうなので、リアは事前に専用工具を買っておいた方がいいかと思います。今回新しいパッドにはシムもグリスもつけなかったのですが、今のところブレーキの鳴きはありません。以上、33スイスポのブレーキパッド交換についてでした。